おだつこちこんばんポテトです。今日もデータバズやっていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。今日ですね、決定力なくてもキック力101なら結構今回も入るんじゃねってやつやっていきたいなと思います。来ましたね、この3人来ました。絶対ネドベルとか強いしジーコも強いんだけど、グアルディオラ当たって悲しんでる人もいるんじゃないですか。今日はそこを救いたいと思います。検証方法ですね。検証方法はですね、ゴールキーパーの分析と似てるような形になっていきます。ゴールキックをカットしてそのままグアルディオラにファーサイドへのコンカシュートを打っていきます。ペナルティアークの手前からパワーゲージ 50% 以上のね感じで打っていきたいなと思います。というのもですね、今回はキック力だけで変わるのかっていうのを見ていきたいので、強めのシュートでやっていきます。使っていく選手はもちろんこの人、グアルディオラ。この選手を使ってですね、まずはカーブ101の後にキック力101をやって見比べていきたいなと思います。まずはカーブ101、そして決定力もね一緒に上がってます。82まで上がっているグアルディオラ見ていきましょう。カーブ101というところだけでねだいぶやれる気はしますがね。あと決定力もねそれなりに高いので結構いい数値は出るのかなとは思ってますね。はい、見ていただきました。いや結構ねやっぱある程度は決めてくれるって感じですよね。ゴールキーパー分析の時のメッシはね総合的にはもっと能力全然上なのでその時よりは入らなくて当たり前かなとは思うんですけどね。それでも決めてくれてたかなって感じ。じゃあこれがキック力になるとどうなるのか見ていきましょう。レディゴーということでキック力101見ていきましょう。決定力66ですね。65なんで1しか上がっておりません。なんでって人は概要欄貼っておきますのでこちらの動画見ていただければと思います。そんなグアルディオラがどれぐらいやれるのかって感じですよね。今回はですね40本ずつぐらいやってきました。なのでいつものねゴールキーパーの分析よりはちょっとね多くめになっていますね。はい、見ていただきました。ぼちぼちなのかななんかね思ったより決められてない感というかね、枠に入ってくれっていうね気持ちはちょっと強かったですねなんか枠外が目立つようなそんな感じね。あとねパッとしないシュートも多かったかな。なんかねみたいなシュートはちょっと多かったというか、なんかキック力のこの恩恵というのをねあんまり感じられない、そんな感じはしましたね。結果こちら完敗ちょっとね詳しく見ていきましょうか。まずこのゴールキーパーっていうのはゴールキーパーが防いだ数になりますので、数が多ければ多いほど止められたという形になっていきますね。データをちょっと見ていくんですけども、全体的にというか全ての数値においてですね100キック力の方が負けてるんですよね。キック力でねちょっとなかなか伸びなかったですね。あとポストに関してだけはですね多い方がいいのかみたいな気持ちもするんですが、このデータを他のデータを見るとですね全部負けてるとことかを見るとですねこの枠外とかゴールキーパーに止められてたようなボールがですねポストとかゴールに流れていったのかなと思うとですねこの数値も悪い数値じゃないのかなと思いますね。というところちょっと比べていきたいんですけども、このシュートね見比べていきましょう。はい、まずはですねこのシュートですね、ペナルティエリアのところから一緒に測っていきますが、ゴールに先につくのはキック力ですね。やっぱりここは速いなと、これぐらい変わってくれないとって気がしますが、ただねものすごい速いわけではないんですよね。なんかねもう少し速ければと思うんですが、あとはコース見てほしいんですけど、このちょっとキック力の方コース甘いの分かりますかね。やっぱり決定力66の記録っていう感じなのかな。カーブの方はやっぱり決定力80超えてるんでそれなりにいいコース蹴れてるのかなという感じはしました。あともう1個狙ってる線に対してですねボールがどの辺まで外を巻いているかってとこなんですけども、カーブの方がですね明らかに離れてるの分かりますよね。ボール1個分ぐらいかな、そんぐらい離れてるのが分かるかなと思います。なのでよりですねカーブをいっぱいかけてシュートを打っているということが分かるかなと思います。これねもう1個分かりやすいの持ってきたんですけど、このシュートねこのペナルティースポットに比べてボールがどれぐらい離れてるかですね、影を見ていくと一番分かりやすいかなと思うんですけども、
まあ明らかにやっぱりボール1個分ぐらいですかね、外を通っているっていうのは分かりますよね。なのでよりキーパーから遠いところを通ってゴールに行っているということが分かるかなと思います。というところで結論、キック力だけでは今夏決められないとします。はい、というところですね。まあいくらなんでもちょっと決定力低すぎたのかな。以前ですね、トッティの分析をした時にね、あったので、キック力でもワンチャンいけんじゃねえかっていうのはあったんですけどね。まあちょっと今回はね、ちょっと違うみたいでしたね。まあ今回において、まあなんかこういう言い方するとあれなんですけど、キック力は意味あるんですけど、まあ言うほど効果なかったよみたいな、そんな感じでしたね。はい、という感じでした。まあ、あとはね、キック力はそもそもね、パス精度も上がったりはしますので、それはね、以前の分析でもやってますのでね、これ自体は上げといて損はないものになっていますね。まあ、ただ、グアルディオラに関しては、DMF しかこいてきてないのはちょっと痛いんですけどね。まあ、ポジティブに考えると、ちょっと足速いブスケツみたいなね、考え方ができると、まあ使えなくないというかね、組み立てに関して、ビルドアップとかはね、すごくしやすくなる、この選手がいるだけで変わるかなと思いますのでね、ぜひ使ってみてください。グアルディオラ関係ないですが、まあ、育成の参考にはなったかなと思います。今回に関してはやっぱこれぐらい決定力とか上げないとあんまり意味ないかなと。そこまで上げるんだったらじゃあドリブルとかパスに振ろうかなっていう判断はできたかなと思いますので、参考にしてみてください。はい、ということでいかがだったでしょうか。皆さんこの結果どう思いますでしょうか。皆さんのご意見ご感想クレーム等々あればですね、コメントで教えていただければなと思いますのでよろしくお願いいたします。年内にチャンネル登録者数3万人を目指しておりますので、この動画が良かった、参考になったなと思った方はですね、高評価チャンネル登録をしていただけるとすごく励みになります。どうぞよろしくお願いいたします。ということでですね、今日の動画はこれで終わりたいなと思います。まあちょっとね、僕自身まだネドベド取れてないんですが、この後ガチャを引こうか迷いたいと思います。ということでまたバイバイ。